おはようございます。現在の時刻は7時32分で、車内の気温は 21.3 度です。車内はね、涼しくてすごくゆっくり眠れたんですけども、ちょいちょい寒くてね、エアコンのオンオフを繰り返しました。で、朝なんでね、朝ごはん作って食べようかと思ったんですけども、言うほどお腹空いてないんで、今朝はね、朝食抜きましょう。で、今日はね、北の方を目指そうと思うんですけども、今いる場所はね、羽咋市っていう場所なんですよね。で、このね、羽咋市は実は UFO の街で UFO の目撃情報なんかも多いんですけども、こちらにはね、この宇宙にちなんだ宇宙科学博物館っていうのがねあって、本物ねロケットなんかも見れたりするんですけども、こちらがね朝の8時半から開くとのことでね、あと1時間ぐらいで開くんでね、もうね今からパッと片付けをして出発できる準備をして、コスモアイル白衣の方にね行ってみたいと思います。はい、片付けて準備しましょう。よし、熱っ。で、エアコンから出たねドレーンの水の量なんですけども、一晩でねこれぐらいでした。 500cc ぐらいですね。はい、よし、ということで、ね、出発できる準備できたんですけども、こちらはね車中泊勢に嬉しいゴミをね捨てらせてもらえる場所だったんで、出発前にねこのゴミだけ捨てらせてもらいましょう。家庭ゴミじゃなくて車中泊ゴミで、分別は必要なんでね、缶、よし、はいはい、よし、じゃあね行きましょう。はい、道の駅のと千里浜さん、車中泊させていただきありがとうございました。施設すごい綺麗でね、すごく快適に車中泊することができました。ただしね、道路沿いで夜遅くまでね車が走ったりしたんで、気になる人にはね結構気になる場所じゃないかなというふうに思いました。はい、よーし、こちらですね。すごいロケットがある。第一駐車場こっち。はい、到着です。よし、ということで、ね、コスモアイル白衣さんにね到着ですね。ロケットもあって素晴らしいです。すごいな。で、白衣市はね UFO の街として知られてる場所でから、 UFO の目撃情報なんかも多かったんで、こんな感じのね施設まで作っちゃったというね、日本一とんでもないね市です。はい、で中にはねいろんなものが展示されてるみたいなんですけども、もうね8時半回ってるんで空いてるはずなんでね、早速行ってからね観光の方をね楽しませてもらいたいと思います。行きましょう。宇宙科学展示室とコスモシアターがあるみたい。2つ合わせて900円。時間的な余裕があったらね両方とも見ましょう。おー、すごい。お土産コーナーもあるけども、お土産はね後にしましょう。館内の撮影で OK でしたっけ？大丈夫ですよ。ありがとうございます。あ、了解です。展示室のみにさせてもらいました。ちょっと時間的にね余裕がなかったんで、今日はね展示室のみにさせてもらいます。ありがとうございます。で、展示室は2階で階段で上がれるらしいんですけども、エレベーターにはねなんか仕掛けがあるらしいんで、エレベーターでね上がらせてもらいましょう。こちらですね、 UFO の街です。乗ったら宇宙人にさらわれたりしませんよね。2階、はい、なんだろう、おー、すごっ。おお電気が消えるスタイル、斬新で、こちらですね、宇宙科学展示室。写真も動画も撮影は OK なんですけども、飲食は禁止とのことです。はい、よし、じゃあね早速ねちょっと見に行ってみましょう。よし、行きましょう。バーを持って、よし、 OK。すごい、これアポロかなんかの先っちょでしょう。マーキュリー計画の宇宙船ですね。おーここまで見えるんだ。すごい狭い。わー、だからこの状態で宇宙に飛んでって地球の周りを3周して、で最後にこういった格好で地球にね降りてきたやつですね。すごっ。これは多分ねサイヤ人が地球にやってきた時のポートですね。あ、違いました。ボストークカプセルでした。ちなみにねこれは実物とのことです。わー、いくつかのねものはレプリカらしいんですけども、すごいです。
男の子はねもうワクワクが止まらないやつですよこれ。アポロ計画のねアポロ司令船だそうです。でアポロ計画は月に降り立つ着陸船と上空で待機する司令船があって、こちらがね司令船の方ですね。真ん中に多分隊長がおって、左右にね月面に着陸した人が乗るスペースだったんじゃないかと思います。でこちらはアメリカの有人宇宙探査艇だったんですけども、そのねライバルとしてのソビエトは無人の偵察艇で、月面に降りたら地球からの電波で11ヶ月間ぐらいね動いて土の石とかを持って帰ったそうです。すごい。でここから先はね UFO エリアですね。 UFO のね目撃情報とかいろいろあるんですけども、ここではねビデオも見れるみたいなのでちょっと見てみたいと思います。お、1950年5月にオレゴン州マクミンビルで撮影された有名な写真を紹介。宇宙ね僕大好きなんですよね。ムーとかよく読んでました。あれねめちゃめちゃワクワクするんで毎月お小遣いで買って読んでましたすごい。これはねロズウェル事件の宇宙人らしいです。ロズウェル事件はねアメリカのロズウェルっていう町にね UFO が落ちたんですけども、それをね軍隊が全部かさらってたっていう話なんですよね。でそんなバカなっていう風に言ってたら、それから30年後にね宇宙人を解剖しているビデオっていうのがね公開されてから、当時ね大問題になったやつです。でこんな感じだったっていうんですけども、なんかだいぶ人間っぽいですね。宇宙人とはもしかしたらね進化した我々の姿なのかもしれませんあ、ムーがある。ムー読み放題ですここ。よーし、じゃあねしっかり勉強できたんで、ちょっとね時間なんでね、そろそろこちらをね離れたいと思います。楽しかった最近ね CG が進化したから UFO のね番組しなくなったんですけども、またねテレビで UFO 特番やってほしいですね。よし、でねこちらがねお土産コーナーですね。せっかくなんでねお土産いろいろちょっと買わせてもらいましょう。九谷焼のね箸置きガチャとかってのがあります。これはちょっと欲しいな。1回800円ですけどもね、これは熱い。よし、九谷焼のねガチャガチャ回しましょう。今ねこれコインをね800円で買ってきました。専用コインです。九谷焼はねこちらの石川県のね焼き物なんでね、何が出るかな、どれが出てもいいな。よっと、ロケット、青色のロケット Q って書かれてる。よーし、いいものゲットです。本当は UFO 良かったです。であとねガチャつながりなんですけども、実はね千里浜の砂で作ったマグネットというのもね売られてたんですよね。で昨日ね回そうかと思ったらちょっと忘れてね出てきちゃったんで、こちらもねちょっとやっときたかったんで回させてもらいましょう。全6種類らしいです。どれが出るかな。せーの、マグネットの星です。 UFO が良かった。でもねいいのゲットです。でね、あとちょっとこちらを見させてもらいましょう。素晴らしいニット帽がありました。ニット帽マニアの僕としてはねこれはちょっと欲しいところですね。悪くない。これ800円だったら買いですね。1200円がね800円です。ゲットですね。このデザインのね T シャツ買わせてもらいましょう。これ欲しい。 L サイズ。あとねお土産ですね。お願いします。はい、すいません、ありがとうございます。よし、しっかりねお土産買いました。よし、ということでねいい勉強できました。大満足です。 OK。 よし、ということでね次の場所に移動しようと思うんですけども、現在時刻はね10時で朝ごはん食べてなくてお腹空いてるんですよね。ですんで道の駅能登食材市場というところにね行ってみたいと思います。ちなみにこちらはね道の駅なのにもう本当にねでかい市場のような道の駅なんで、ここでねちょっと朝ごはんと昼ごはんをね兼ねた食事の方させていただきたいなというふうに思います。はい、ということでね行きましょう。はい、こちらですね。よし、到着です。じゃあね行きましょう。道の駅能登食材市場さんですね。ちなみにね現在の時刻は11時ちょうどぐらいです。でもうねお腹も空いてるんで、こちらでねご飯をいただいて、あとね中でねお買い物の方もね楽しませていただけたらと思います。中はね市場ですね。すごい。一夜干しとかでいろいろ売られてます。これ1個単位で買えますね。いいな。土日限定のね海鮮丼売られてます。美味しそう。いいな。唐入りのカニが売られてます。
水戸卵とね味噌が入ってるそうです。美味しそう。いろんなねお店があります。あ、ね、めちゃくちゃ美味しそうでね、こうやってねなんかおかずになりそうなものが多いなと思ったらレンチンご飯もね売られてます。面白い。この奥はね飲食店街ですね。浜焼き屋さんとかバーベキューもできるみたい。のどぐろも入ってるんだ。この中にのどぐろね1匹で2300円ぐらいしてたんでね、これ逆に安いんじゃないかな。遊覧船があるみたいで今から出るそうなんでね、ちょっとねお腹空いてるんですけども先にね遊覧船乗せてもらいましょう。楽しそう。すいません、行けますか。はい、行きますか。はい。新条件があります。ペイペイで払ったらね 10% 引きになるみたいなんで1500円。はい、ありがとうございます。飛行機大丈夫ですよ。はい、よっしゃ。よし。オッケー。よし、もうね出港です。この船でね、能登湾になるのかな。ここをねぐるっと25分かけてね一周してくれるみたいです。あ、ありがとうございます。おー、バイバイ。おー、すごいすごいすごい。かっぱえびせんもらいに来てます。餌やり OK なんでね、餌あげましょう。かっぱえびせんちょっとねドキドキします。あ、美味しい。もう一本食べましょう。美味しい。いくよ。よっ、すごい。待ってる。ホバリングしてよっいくよ。よっ、すごいな。最後に1個よっトンビ取られた。楽しい。あそこに見えるのはね石川県で一番長い橋らしいです。後で行ってみたいな、あの橋。よいしょ。はい、どうもー。楽しかった。でもねお腹空いたんでねそろそろご飯にしましょう。ね、おしセットねすごい美味しそうなのがあったんでこちらいただきましょう。これにさせてもらいます。せっかくねここまで来たんでねお寿司にさせていただきました。のどぐろのね炙りも入ってるんで。はい、ありがとうございます。ごゆっくりお召し上がりください。ありがとうございます。よーし、いいの買いました。ね、この奥のねフードコートで食べれるんであちらでねいただきたいと思います。こちらでねいただきましょう。おー、めちゃめちゃ美味しそう。赤身、中トロ、大トロ、卵、のどぐろ、貝、ウニ、イクラですね。美味しそう。マグロ尽くし。朝ごはんも抜いてたんでね早速いただきたいと思います。いただきます。マグロ、私はお味は美味しい。ネタが新鮮。中トロ、美味しい。どれもね美味しいですね。で僕はねのどぐろをね食べたことがないんでこちらをねいただきましょう。いただきます。うわー、のどぐろめちゃくちゃ美味しいんですね。なんだろう、風味のいい魚。これは美味しいわ。のどぐろってね他のお魚と比べてズバ抜けて高いんですけども高い理由分かりました。よし、ということで、あとはねちょっとゆっくりいただきたいと思います。ウニ、大トロ。はい、ということで、ね、完食です。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。ネタもねすごく美味しかったんですけどもポイントがね 10% 返ってきたんでお得感がね半端なかったです。はい、ということでね食材とかお土産をね買いにね行きたいと思います。よし、こちらをねいただきましょう。これ3個で1000円なのでねホタテカニにしましょう。 OK、 はい、お願いします。はい、ではこちら1000円になります。こちらちょうどお預かりします。はい、どうもありがとうございます。あとねこれいいですね。マダラの一夜干しで能登産なんですけども釜があったんでねこちらをねいただくことにしましょう。はい、はい、ありがとうございます。いいものがね買えました。よし、ご飯もね美味しかったんで大満足です。よし、ということで、ね、次また移動しましょう。お次はね今いるところのね程近い場所にある和倉昭和博物館とおもちゃ館というところですね。こちらねなかなか暑い場所でから11分ぐらいできるんでねこちらの方にね向かって観光をね楽しみたいと思います。行きましょう。よし、
こちらですね。オッケー。はい、到着です。はい、ということでね、こちらがね、昭和博物館とおもちゃ館さんですね。昭和グッズとね、おもちゃがね、たくさん見れる場所なので、ね、ちょっとね、行って観光の方をね、楽しんでいきたいと思います。よし、行きましょう。よし、はい、ということでね、入館しました。600円でした。で、中はね、撮影 OK なんでね、ゆっくりちょっとね、見させてもらいたいと思います。オート三輪、おさわり NG ですね。中はね、昭和の街みたいになってます。昭和って言ってもね、僕らの知ってる昭和じゃなくて、もっと古い昭和ですね。今日も元気だ、タバコがうまいのね、時期の分ですね、これは。なるほど、展示物をね、お店単位で分けてるんだ。だからここはね、カメラ屋さんです。いろんなね、フィルムカメラがてんこ盛りです。8ミリフィルム。親戚のね、お茶の家にありました。こちらは昭和の定食屋さんですね。わー、おさわり NG ですけども、すごく状態がいいですね、どれも。おー、すごい。よし、2階にもね、行きましょう。2階はね、おもちゃ館とのことです。あ、ブリキのね、銃とか電話とかですね。この辺のものね、揃えるだけでも大変なんでね。すごいな。お、ままごとセットですね。あー、でね、これ僕欲しかったんですよね。今でも欲しいです。お、で、一気にね、時代が進んで、トミカとかマジンガー Z がありますね。この辺ぐらいからね、僕も狙いです。あ、わかります、わかります。こんな時代です。こういうのもね、やったような記憶あります。よーし、堪能しました。ここは、ここにあるものはね、売られてるみたいです。おお、このペコちゃんのとこもね、売り物です。7000円、5000円、5000円。これいいですね。中ジョッキなんですけども、古いデザインのアサヒビールの中ジョッキです。いいサイズでね、1200円なんで、こちらね、ちょっと購入させていただけたと思います。お土産にさせてもらいましょう。はい、お願いします。はい、どうも。ありがとうございました。よーし。ということでね、楽しかったです。あとね、お土産も買えてね、よかったです。OK。よし、ということでね、ゆっくり見てこれたんで、またね、次の場所に移動しようと思うんですけども、お次はね、この辺りにね、あるちょっと巨大なオブジェをね、見に行こうと思うんですけども、ここまで行くのに1時間20分ぐらいかかるんですよね。で、一直線にね、行くこともできるんですけども、せっかくならね、こちらの方の、のど自慢水族館の方をね、ちょっと寄ることはできないんですけども、通過しながら、こちらのね、巨大オブジェのある場所の方にね、ちょっと行ってみたいというふうに思います。はい。よし、じゃあね、行きましょう。よし、この先はね、能登島大橋です。すごい高低差がある。さっき見たやつですね。全長 1.5 キロの石川県最大のね、橋とのことです。すごい橋。はい、ということで、到着です。能登島水族館ですね。あちらが水族館ですね。今日ね、土曜日なんでね、お客さん多そうです。で、こちらの方にね、お土産屋さんもあるんですけども、水族館回ってたらね、もう今回時間がないんで、ここまで来たという格好でね、巨大オブジェのね、ある場所の方に移動したいと思います。ちなみにね、そちらの巨大オブジェのある場所までは、75キロの距離で1時間13分ぐらいかかるそうなんでね、とりあえず、焦らず、のんびりね、安全運転でいきたいと思います。よーし、やってきました。でかいオブジェがある場所なんですけども、おーはい、こちらですね。もう見えてますね。巨大イカです。よし、ちょっと車止めましょう。よし、到着です。ということでね、こちらはね、イカの駅つくもーるっていうところです。で、こちらはね、つくも湾の方はイカがね、すごい有名なんですけども、そのね、イカの知名度を上げるために作ったのが、このね、超巨大イカオブジェっていうことで、これはね、コロナウイルス対策金をね、2700万円各市町村もらったんですけども、その中からね、2500万円かけて
作ったんですよね。で作った当時はね、めちゃめちゃその税金の無駄遣いだって言われたのにから、蓋を開けてみたらね、経済効果が6億4000万円ぐらいあったとかでね、もう誰もね文句を言わなくなったイカの像です。で僕もねダイオウイカが好きなんでね、実物を見に来たんですけども、これ全長どれぐらいなんだろう。相当でかいです。ダイオウイカの中でもねキングサイズです。これはへえ、中にね入って顔出せるようになってます。ここに入ってね捕まったようになれるみたいです。面白。すごい。よし、ということで、このねダイオウイカがねいるということでから、ここはねイカがたくさん取れるってことはね分かってもらうと思うんで、こちらの方でねお買い物をねさせてもらうと思うんですけども、僕ね実はねダイオウイカは好きなんですけども、イカはそれほど好きじゃないんですよね。でね、僕が好きなのはね、食べ物としてのイカではなくて、男のロマンとしてのねイカが好きなんで、今までもねイカ料理って一遍しかしたことないんですよね。能登丸々餃子というのがあります。焼いてない分はねお持ち帰りできるそうなんで、焼いてないやつをね5個入り1ついただきましょう。すいません、5個入り1つください。はい、すいません、どうもありがとうございます。6個入りいただきました。能登丸々餃子です。後でねこれ焼いてからお酒のあてにしましょう。よし、でね中もね多分お店があると思うんで、ちょっとね見させていただきましょう。この館内ねイカのね料理の匂いがすごいしてます。塩辛もあるんだ。塩辛いいですね。僕ね塩辛は食べれるんですよね。冷蔵庫もあるし、ここもねちょっと楽しそうな焼酎買いましょう。ちょんがり節。そしてねこの2つをね買わせていただきましょう。お願いします。袋有料ですか？大丈夫です。よっこいしょ。はい、よし、ということで念願のイカも見れてから買い物もできたんでね、今日のね宿泊施設の方に、移動しようと思います。で行き先はねこの近くに RV パークだったんですけども、予約は取れなかったんで、少しね登った方にあるキャンプ場の方をね予約してますんで、そっちにね移動して今夜はね一泊させていただこうというふうに思います。はい、ただしね、チェックインの時刻が17時までで、今ねもう4時26分とかでね移動に20分近くかかるんで、急いで行かないとねチェックインさせてもらえなくなっちゃうんで、とりあえずね今夜の宿題も少し買い出しながら、もうね急いでね今夜の宿泊場所のキャンプ場の方に向かいたいと思います。はい、行きましょう。よいしょ。A コープさんです。ちょっとね買い物行ってきます。はい、ゲット。よいしょ。3分ぐらいしか余裕がないです。行きます。はい、よし、到着です。キャンプ場の受付はねこちらの方なんで、この辺で止めさせてもらいたいと思います。16時56分、間に合いました。よし、じゃあねこちらの方でねとりあえずキャンプ場の受付ね済ましていきたいと思います。行ってきます。はい、 OK です。よいしょ。利用料金はね1800円でした。車1台1000円と、大人1人800円です。よし、この駐車場ね奥から行くみたいです。なるほど、こういったところが行くみたいですね。ここでも OK なみたいですね、どうやら。なるほど、分かりました。でそれは OK なんですけども、どうやらね今日こちらの施設のお風呂の方はもう営業終了とのことで、ここのお風呂入れないんですよね。でねこのね近くにあるお風呂屋さん紹介してもらったんですけども、ちょっとね駐車場がなさそうだったんで、ちょっとね車でね少し離れたところにある阿弥陀湯さんっていうところにね行って、まずねちょっとお風呂の方入っていきたいと思います。はい、本当はね動かないつもりだったんですけども仕方ないですね、ベトベトなんで行ってきます。はい、ありました。海の銭湯阿弥陀湯さんですね。よいしょ。はい、到着です。阿弥陀湯さんすごいな。木が積んであるんですけども、多分これ燃料ですね。石油高騰の煽りを受けてないお風呂屋さんです。素晴らしい。よし、じゃあね行ってきましょう。もうね中取りません。とりあえずねお風呂使っていきたいと思います。行ってきます。よし、はい、上がりました。気持ちよかったです。いい時間だったな。よし、お風呂入りに行ってよかったですね。さっきまで暑かったのがね一気に気温が下がって涼しくなりました。やったー。よし、じゃあねキャンプ場戻りましょう。
よし。でどこにしようかな。場所選びですよね。どこでもいいんだけどな。ここね、行けそうなんで行ってみましょう。布の境内で行きます。よっしゃ、行けた。オッケー。よしよし、いい感じの場所ですね。ここはね、普通の車入ってこれないんで、もうこんな場所にね、止めさせてもらいましょう。よしよし、じゃあね、城の準備ができたんで、網戸とかしてから車中泊できる準備をね、したいと思います。よし、ちょっとね、不格好ですけども、車の方ね、準備してみました。こんな感じですね。もうね、全面にね、メッシュありったけね、貼ってみました。よし、ということでね、いい時間になったんで、もうね、パッと料理を作ろうと思うんですけども、とりあえずね、相当お腹空いてるんで、もうね、まずはね、簡単なものから作っていきましょう。餃子ですね。これをね、焼きます。で、今回ね、フライパンを持ってきてるんですけども、蓋を持ってきてないんでね、この餃子はくっつきにくいホイルで、ホイル焼きにしたいと思います。こうですね。こうやって包んで、ペチッとしたら、これでね、もう弱火で焼いていきましょう。このままね、放置します。で、餃子が出たらね、タラの一夜干しもいただきたいんですけども、これもね、大きすぎて入らないんで、折って切ってね、2つに分けましょうかね。こうやって、まな板がないんでね、ハサミで切ります。よし、いい切れ味。こうですね。これで OK。もうこれもね、置いときましょうかね。こんな感じで。で、蓋がない時にはね、もう仕方ないで紙皿でね、代用することもできます。というのが、アルミがね、溶ける温度よりもね、紙の燃焼温度はね、もっと高いんで、こっちでも大丈夫です。で、ちょっとね、もう、喉乾いてね、倒れそうなんで、まだ明けはねできてませんけども、ビールいただきたいと思います。いただきます。最高です。どうでしょうか。よっと。いい感じですね。これはもう裏もね、ちょっといい感じの焼き具合ですね。よし。で、ちょっとね、こちらですね、こっちね、漏れてきてるんで、一旦上げて、これでね、ちょっとこそぎ落として洗いましょう。料理にね、トラブルはつきものです。トラブルがあった際にね、どうするかっていうのをね、考えるのが重要です。で、これですね。最初からね、使っとけばよかったです。こっちも置いたら、同じようにね、蓋をして、点火。で、もうね、こちらいただきましょう。よし、いただきます。ポン酢。果たしてお味は。美味しい。ね、ちょっとだけ焦げましたけども、中まで火が通っててね、めちゃくちゃ美味しいです。イカのところで買った餃子最高です。ランタイム見たでね、お持ち帰りが6個入りになるとかってことはないと思うんで、皆さんくれぐれもね、ランタイム見たって言わないでくださいね。お願いします。美味しい。どうでしょう。おー、ふわふわに焼けてる。じゃあね、一夜干しちょっといただきましょう。いただきます。果たしてお味は。身がふわふわです。塩加減もね、ちょうどよくて美味しいです。よし、ということでね、お腹も少し落ちたんで、そろそろ今日のね、本題に入ると思うんですけども、というのもね、今日晩は、石川県のね、名物料理の一つをね、ハントンライスを作ろうと思ってたんですよね。で、ハントンライスはね、簡単に言ったら、オムライスの上に白身魚が乗っかって、それにね、タルタルソースがかかってるっていうものではあるんですけども、そこまでの材料をするのが結構大変だったんですけども、なんとかね、食材を集めることができましたんで、今からね、これらの食材を使って、ハントンライスをね、作って晩ご飯にいただきたいというふうに思います。はい。で、とりあえずね、ハントンライスには、ゆで卵がね、必要なんで、まずは、どうしようかな、1個も2個も一緒なんでね、2個作りましょう。ゆで卵にね、したいと思います。で、お次はね、玉ねぎのみじん切りなんですけども、まな板がないんでね、キッチンペーパーでね、代用します。量はそこまでいらないんで、4分の1ぐらいでいいや。よし、これをね、切りましょう。切れる包丁は本当にいいですね。100均包丁はね、もう本当に相当切れないんで、うまく料理ができないなと思う人がね、ちょっと良さげな包丁にね、変えるのがおすすめです。よし、もうこちらね、いいでしょう。で、お次はね、順に作っていきましょう。まずはね、チキンライス。米油。で、次にね、玉ねぎ。で、天か。で、ここにね、ご飯入れます。ドン。レンチンご飯はね、冷えたままでいいです。どうせこうやったらね、温まるんで。
塩、胡椒少々、ここにねケチャップ、よーし OK。 そしたらこうですね、アイラップかぶしてご飯を移すと。でお次はねオムレツ作っていきましょう。バター、卵入れると。牛乳がね凍っちゃいましたね。これ大変なことだ冷蔵庫の壁面はねよく冷えますね。でこれにもね塩、胡椒よーくかき混ぜて加熱していきます。でご飯を開けると。でこれなんですけどもねこうです。もう木べらでね寄せるだけでいいです。オムレツはよいしょ、もうこれで OK でしょう。こうですね。はい、お次はね本当は白身フライなんですけどもアジフライしかなかったんでね、こちらでいきましょう。食べれる量だけでも一切れだけでいいです。あとの2切れはね冷蔵して残しておきます。でこれで点火してちょっと置いとくと。でこの中にねタルタル作りましょう。あっち OK。 マヨネーズでここにも塩コショウ、おっとこれをねもみもみします。よし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 、はい OK できました。でフライも OK 乗っけて、最後にねタルタルをドーンとねかけたら完成です。よし、ということでねハントンライスができたんで早速ねいただきたいと思います。果たしてハントンライスのお味は。おお、美味しい。タルタルソースがねオムライスにも揚げ物にもねすごく合います。これは美味しい。よし、でねお酒もいただきたいところではあるんですけども、今日はねアイスボックスをちょっと買ってきたんで、これに似てるねオレンジアイスボックスチューハイ作ってねいただきたいと思います。こうですね、いただきます。美味しい。キンキンのねオレンジ色がさらにキンキンになりました。よし、じゃあねドラマ見ながらねあとはゆっくりご飯いただきたいと思います。よし、ということでしっかり食べて完食です。ごちそうさまでした。少しね横になったらね寝落ちしてました。ですのでね1時間もしたらねもう日が出るような時間ですけども、もうね今日はこのまま休みたいと思います。いい朝日が昇りました。はい、ありがとうございます。よし、じゃあこちらでいただきましょう。今度はねキャンピングカー車の方ね覗きに行ってみたいと思います。ということでねカニの王様のようなカニチャーハンができたんでね早速いただきたいと思います。